When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. こんにちは、なすいです。今回は11月の購入品を紹介していこうと思います。はい、ということで11月は割とやっぱ冬物というかニットとか、今月はデニムとかパンツ類が多いかなと思うので、早速紹介していきます。でもまあ一発目はちょっと小物から紹介していこうと思うんですけど、まずこの頭にかぶってるこちらですね。はい、1つ目がこちらになります。でれん、ヒステリックグラマーの今季のホワイトのボアのフライトキャップですね。こんな感じのキャップになってます。でこれの僕がお気に入りなとこは、まずデザインがシンプルに可愛いのと、あと冬なんでやっぱりこうやって耳元とかを防寒できつつ可愛いアイテムっていうのがすごい大事になってくるので、これを選びましたね。展示会で受注したものになるんですけど、こんな感じでバッジはこれもともとついてて、ここにベルトがついてるのでそこで調整できます。でもまあ実際僕はこうやってちゃんと締めて使うことはないかな。ラフな感じでかぶってこう紐を垂らして使うことが多いですね。これの1個特徴的なのは、ここに針金が入っててこう形を変形できるんですけど、最近キャスケットとかハンチングすごい流行ってるんですけど、まあ僕はもう去年ぐらいからめちゃめちゃ好きなんですけど、これも今年の春ぐらいに選んだんですけど、こういう感じでちょっと片目だけ隠れるぐらいで形を変形して被るのがかっこいいなと思って、こんな感じの使い方をしてます。どう？これめっちゃ良くない？ 1 年前ぐらいから結構もうなんか帽子、キャスケットとかハンチングとか少しつばが短めの帽子があるんですけど、一回ナイキのキャップで自作でリメイクとかも作ったことあるんですけど、こんな感じのなんか短いつばのキャップは少しこう物自体も斜めにかぶってあげたりとか、こうつばを斜めにしてかぶるのが好きなので、なんかこの針金がすごい使いやすいなと思ってこれを選びました。でもう一個特徴があって、ここ下でつけれるんですけど、これを上でつけてあげて、こうやって上に留めて使うのもかなり好きですね。この使い方はめちゃめちゃいいと思う。まああったかいし可愛いし、まああと白のキャップとかってなかなかいいのがないというか、結構珍しいアイテムだと思うのでこれにしました。1つ目はヒステリックグラマーのボアフライトキャップです。で2つ目の小物なんですけど、まあ今もうつけてるんですけど、わかるかな？でも最近ね結構インスタとかでもよくつけてるんだけど、こちらです。はい、この耳についてる大ぶりのピアスですね。 SSIL っていう韓国のブランドになります。でまあ一緒にこのネックレスもあるんですけど、こんな感じのシルバー925で、ここにこのブランドのロゴで連なって作ってあります。こんな感じで、ピアスにも同じクロスのロゴが使われてあって、僕今まで大ぶりのピアス持ってなくて、割とフープピアスかクロムのちょっと細い垂れてるピアスをよく使ってたんですけど、大ぶりなピアス欲しかったのでこれにしました。でこれはシルバー925で、一応多分韓国のブランドだけど日本でも買えると思うのでおすすめです。かっこいい。こんな感じですね。どっちかというと少しセクシーな感じのアクセサリーですね。まあちょっと冬とかよく言うんだけど、アウターとかこういうチェスターコートとか着ると割と色が寂しくなるというか、全体的に暗い色とかブラウンとか、割と秋冬は大きいアイテムのアウターで色バコーンって入れるの難しいじゃないですか。だからこういうやっぱちょっと大ぶりのシルバーとか、こういうアクセサリーとか、こういうちょっとパンチの効いた可愛い帽子とかをアイテムとして挟んであげるのは、すごい僕のスタイルとしてはかなり好きな使い方なのでおすすめです。ということでラスト小物3つ目いきます。はい、それがこちらになります。でれん。はい、こちらも韓国のブランドなんですけど、結構多分知ってる人は多いかなと思うんですけど、キムヘキムのレザーベルトになります。でこのタイプ結構珍しくて、キムヘキムは韓国のブランドでラグジュアリー寄りのブランドなんだけど、このバックルがめちゃめちゃごつくて、でプラスここに挟み込む、自分から刺すタイプなので、かなりこのバックルが目立つようなデザインになっててめちゃめちゃかっこいいですね。ちょっとシルバーのアイテムが今月は割と多いかな。結構ね重厚感のあるシルバーで、音聞こえるかな。こんな感じの重厚感のあるレザーベルトですね。つけるときはコートとかジャケットとかあって、ちょっと今スウェットパンツなんですけど、こんな感じでつけてあげて、でジャケットとかを前開けて
使ってあげるのがかなりいいかなと思いますね。結構きれいめのアイテムかな。これはめちゃめちゃ、ドレスライクなシーン、イベントに行く時とかちょっとパーティーに行く時とかにいいなと思って、僕割と結構スタッツがついてるベルトだったりとか少し派手めなベルトがかなり多かったのでこれにしました。はい、ということで3つ目はこのキムヘキムのベルトですね。僕このキムヘキムのアイテム自体は初ですね。キムヘキムはもともとデザイナーさんがバレンシアガとかで確かチームにいたのかな。その人たちが独立して作ったブランドだった気がする。で今ちょうどね1週間ぐらいポップアップストアをパルコの2階でやってるので気になった方は覗いてみてください。はい、ということでここからはちょっとB2もう1個あるわ。ラストの小物ですね。こちらにあります。はい、こちらはオープンヤードっていうブランドの B2 になります。前回動画で紹介してるのでぜひ見てみてほしいんですけど、ちょっとかぶります。はい、こんな感じの折り目を使わない B2 ですね。一番ベーシックなやつはこの折り目のついてるこういうタイプの B2 なんですけど、僕は割とこのシングルも好きだし、この折って使う方も好き。シングルって呼ぶのか分かんないけど、こんな感じのデザインですね。グレーと黒のストライプになってて、でここに銀のプレートがついてて、やっぱ銀のアイテムが多いな。そう、こんな感じ。韓国のブランドで結構お買い求めやすいというか手が出しやすいストリートブランドなので、もし気になった方は動画見てみてください。はい、次がこちらのニットですね。結構ね毛質がふわふわな感じのニットで、結構ね柔らかくて肌触りもいいんだけど少し静電気が立ちやすいかな。このニットも色がかなり可愛くてこの色にしました。で一応これも銀のオープンヤードのタグがつけてあります。これはちょっと着てみようかな。はい、こんな感じですね。色がねかなり可愛くて、動画でも紹介したんだけどチェスターコートの中に着たりとか、レザーの中に着るのがめちゃめちゃかっこいいかな。こんな感じで使ってあげて中に着てあげるのもめちゃめちゃかっこいいかなと思います。少しなんか色が、僕は割とファッション的には結構自由なファッション、なんか可愛さカジュアルさと綺麗めとかクラシックを混ぜてスタイリングするのがすごい好きなので、こういう感じのなんか色の少し派手なアイテムは割と冬とか、さっきも言ったんだけどちょっと暗くなりやすかったりとか色が一色になりやすいアイテムが多いので、こういう感じのインパクトのあるニットとかはおすすめですね。でちょっとね袖もここから出してあげたりとかしても可愛いです。これもね1万円ちょっとぐらいで割と、手が出しやすい価格なのでチェックしてみてください。でこれとねもう一個ね赤色もあって割とそっちのカラーもかなり可愛いのでそっちもおすすめです。動画で紹介してるので一気に2つ紹介しようかなと思うんですけど、こちらのスウェットパンツとこのレイヤードのデニムパンツですね。これもねちょっとねさっきの理論と似てるというか、割と結構きれいめというかコートとかと合わせて足元だけこういうカジュアルで楽な感じのスウェットパンツ合わせてあげて、で少しこの黒なんだけどキラキラの素材が足元から出てるようなスタイリングとかかなり可愛かったです。僕がやってみた感じで、このパンツは割ともうなんだろうな、ファッションとしても使うし、ファッションじゃないって言ったらおかしいけど、例えば普段コンビニに行く時に少し履いたりとかもめちゃめちゃしてます。もう結構届いてからめちゃめちゃそういう使い方してますね。普段楽な格好でも履くし、コーデにインパクトを入れたい時にも使ってます。こっちはねちょっとかっこいい感じのアイテムなんだけど、こんな感じで2層になってて1つのパンツなんだけどここがくっついてるようなタイプですね。でこういう感じで少し腰履きしてレイヤードしてるかのように作ってあります。割とね太さもストリートライクなワイドなシルエットなのでかなり使いやすいですね。やっぱ黒一色じゃなくてこういうレイヤードとかがあると割となんかおしゃれに見えやすいというか、かなり今紹介した中でのオープンヤードのアイテムの中では割と一番使いやすいアイテムかなと思います。少しだけこの尖ってるというか、で前がボタンになってるのも良くて、これ今そこがジップだと割となんかちょっとインパクトが足りないなと思うのでボタンタイプでいいなと思います。ではい次もデニムなんですけど、これも結構ねインパクトのあるデニムで、はいこちらです。でれん、ルイスの今季のデニムなんですけど、これも受注会行った時に受注しましたね。これね履いてわかるんだけど、シルエットがかなりいいです。正直股上が意外と深いので、なんか腰履きした時にストンと落ちるシルエットがめちゃめちゃ綺麗で、個人的にはかなり気に入ってますね。でこの加工がねめちゃめちゃ珍しいタイプで、こんな感じの毛がほつれてるようなのが全体的についてます。
でもうここのかかとの部分は最初から擦れて古着でかかとが破れてるかのような感じのデザインになってますね。だからもうめちゃめちゃ引きずって歩く用のデニムです。でもね、多分ね両方ついてたんだけど、僕はもうかなり引きずって歩いてるんで、もうこっちはちぎれちゃいましたね。でも全然こんぐらいで全然かっこいいというか、こんだけかかとがボロボロになってて、でこういう感じのデザインが相まってすごいかっこいいです。だから全然もう引きずってでも腰パンして使った方がいいアイテムかなと思います。でこれもねチェスターコートと合わせるとねめちゃめちゃかっこいいです。ポケットとかにも少しダメージがあって、特徴的な、古着のデニムとか好きな人はかなり好きなディティールだと思うんですけど、こんな感じでモチーフになってます。このボタンが気になった方はチェックしてみてください。まだ在庫があるか分かんないはい、ラストの、デニムパンツがこちらになります。はい、ジェイデッドロンドンのデニムパンツです。このデザイン見てはって思った人はいるかもしれないんですけど、僕がめちゃめちゃ気に入って履いてるこちらの夏ぐらいに出たのかな、これはちょっとあんまり覚えてないんだけど、この LDN ロンドンのベタっとプリントがしてあるタイプの、アップデート版というか2型目かなと思います。で少しこういう感じの汚れ加工がしてあって、くすんだ汚れというか泥がついたような感じのデニムの色と、ここにロンドンのペイントがしてありますね。で形とかシルエット自体はほとんど一緒なんですけど、こっちは結構バキッとしたデニムで、こっちはね色味的には少し柔らかく見えるような色のデニムで、あとここにダメージ加工とかが少しところどころしてありますね。であとちょっと違う点がこのベルトループなんですけど、こっちの方はこんな感じで一般的なベルトループなんですけど、こっちがね少しなんかベルトループが太めになってて、でここになんか2本ついてたりとか、こっちも太かったりとか、あと後ろもクロスで2本ついてるタイプになってます。他は多分ほとんど変わった点はないかな。ダメージ加工と泥加工がされてて、裾とかの方にもダメージ加工してあるって感じ。このタイプのねジェイデッドロンドンのデニムはめちゃめちゃ形もいいしデザインも好きなのでおすすめです。ジェイデッドロンドンはやっぱりジャケットとか、インナーとかアイウェアとかもあるかな。アイウェア持ってないから分かんないけど、個人的におすすめなのは一番やっぱデニムがかなり使いやすいというか、インパクトあるんだけどちょっと激しすぎないというか、ジャケットとか、他のパンツとかもそうなんだけど、スラックスとかもあるけど、僕はデニムが一番好きですね。はい、デニムラストなんですけど、こちらになります。はい、MPA って書いてるの分かるかな。これプラスチックプロダクトっていう韓国のブランドのデニムのジャケットになります。でこれめちゃめちゃ形が珍しくて超かっこいいんで、ちょっと多分着た方が分かりやすいから、これは今から着ます。はい、ということで着てみました。ちょっとねさっきのかぶってるビーニーだと顔周りがちょっと割と暗すぎると思ったので、こっちの最初にかぶってた方のビーニーにしてます。でね、このデニムジャケットはね本当になんか見たことないようなデザインというか、他のブランドだと割とないというか、なんかトレンチコートっぽさもあるし、なんて言うんだろうな、このジャケットの名前は、割とね着丈も長めの作りになってて、少しコートまではいかないけど長めのジャケットですね。僕の場合はこの太ももあたりまであります。前太ももぐらいかな。後ろは少しこう上がってる感じのデザインになってますね。でこんな感じのあれだ、なんかヒロアカとかさ、こういうキャラいたよね。あと呪術廻戦とか鮭とかツナとか言って言霊で戦うタイプの感じのジャケットちょっとすいません、正しい名前が分かんないんですけど、めちゃめちゃかっこいいですね。このジャケットマジでかっこいい。本当に他のブランドでないようなデザインがかなり多いので、このプラスチックプロダクトもめちゃめちゃおすすめですね。で 2,3 ヶ月前にもデニムパンツとフーディー、最初に着てた黄緑のこのフーディーもめちゃめちゃ使いやすくてデザインも効いてる、これもプラスチックプロダクトのフーディーなんですけど、そのデニムになってますね。シルエットがめっちゃ綺麗なんだよね、とにかく。はい、こんな感じです。で一応ねボタンがここ肥沃になってるのが多分特徴的だと思ってて、ここのボタンを肥沃にしてることによって、ここの襟の部分を立てた時にここに目線がいくから、なんかめちゃめちゃこうかっこいいデザインになってるかなと思います。割とねこのブランドは本当に洗練された、考え抜かれたデザインが多いので、本当に少し変わったというか、なんか少しどころじゃないな、他のブランドで見ないようなデザインのブランドとか探してる人はめちゃめちゃこうチェックしてみてほしいですね。で一応こんな感じでボタン上外して襟を開けてこんな感じで使うこともできます。
こうやってするとね割と首周りがゆったりするので、かなりまた印象が変わるんですけど、やっぱかっこいいな。でここのポケットの部分になってるんですけど、胸ポケットの部分にも一応こんな感じでボタンがついてて、これを外すとちょっとこうペラッと下に落ちる感じのデザインになってますね。深さはスマホ入るぐらいの大きさになってます。いや割とでもちょっと今月だと一番好きかも、このデニムジャケットということで、ラストもう一個ジャケットあるんですけど、それがこちらです。でれん。はい、またしてもヒステリックグラマーですヒステリックグラマーのこっちはキルティングのジャケットになります。はい、こんな感じですね。結構シンプルな感じのキルティングのジャケットなんだけど、後ろがねかなりやっぱ特徴的なこのヒスガールがバチーンと刺繍がされてあって、で最近気づいたんだけど、僕ね結構緑のアイテム割と好きなんだなっていうのは気づいたかな。明るめの色がかなり好きだったんだけど、オレンジとか黄色とか、でもなんか最近はちょっと緑のアイテムも割と増えてきて、ちょっと暗めの緑とかこういう感じのミントっぽい緑とかもう結構増えてきてて、これは結構でも男らしいかっこいいアイテムかなと思います。女の子が着ても全然可愛いと思うけど、なんかバイクとか乗ってる人とか着ててめちゃめちゃかっこいいかなって思えるアイテムですね。で割とね軽くて、なんかめちゃめちゃダウンとかそのくらいって感じではないんですけど、割とライトアウターの部類なんだけど、シルエットがちょっと大きめに作ってあるので中に着込めるような作りになってます。なのでこの中にこんな感じで最初に着てたフーディーとかを中に着ても全然まだ余裕がある感じですね。多分フーディー2個ぐらい着れるぐらい余裕がある。だから結構軽めのライトアウターなんだけど着込めるようなデザインになってるので、冬とかも全然使えるかな。秋冬めちゃめちゃ使えるかなと思います。1枚でさっきみたいに中にシャツとかタンクトップとか着ると全然春とかでも使えるかなって思う。フーディー入れてもやっぱかっこいいよね。こんな感じのかなりちょっとイケてる兄さんが着てそうなキルティングジャケットですね。めちゃめちゃかっこいい。マジでかっこいいな。でラストをちょっと紹介するんですけど、それがこの最初からかぶってたこちらですね。はい、こちらの B2 です。これは買ったんじゃないんですけど、自分で今ちょっと制作してる B2 になります。フリマを来月するんですけど、前回 T シャツ作ったんですけど、今回ちょっと B2 を作ろうと思ってて、すごいいろんなデザインを自分でこういっぱいつけてて、なんか、かっこいいけど割といろんなシーンに適してないなと思って、でこのくらい研ぎ落としてシンプルで、こっちに大きいスタッツ1個とここにスタッツが2つついてるんですけど、こんぐらいシンプルでかっこいい感じの方が使いやすいなと思ったので、今この感じでもうちょっと足したいところとかがあるかなって今模索してるんですけど、でここにギンガムチェックの生地を2つで留めてるのが特徴的ですね。でこれつけてるのはこうやってさっきのシングルじゃないけど、こういう感じのこう折るタイプの B2 はこんな感じで曲げるところを下ろして、でこう後ろに溜めてこんな感じでかぶったりすることもできるので、こうなった時にはここ下に向いて、でちょっとここに生地つけたのは、色的なギンガムチェックをここに入れることによって力が抜けて可愛い感じのデザインになるかなと思ってつけたんですけど、こうやってなんかライターとかリップとかを挟めるようにしたかったので、直接縫うわけじゃなくてこういう感じでスタッツで上だけ留めて、ここは空洞にしてあります。正直ね B2 にこんな機能ついてたって使わないかなとは思うんですけど、デザインとしてかっこいいから、でそこに機能もついてたら最高だよねみたいなのが結構個人的には好きなので、だからこうなんかハンチングとかキャッセケットとかにたまについてるこうちっちゃい10円玉が入るようなポケットとかもかなり好きだし、なんかあんな感じのデザインが好きなので、ギンガムチェックとかも差し色として使うのが好きだったので、こんな感じのデザインにしました。でここのバッジは今自分でつけてるんですけど、バッジも今ちょっとデザインして自分なりに可愛いバッジを今作ってて、もし完成したらフリマに持って行って出品しようかなと思ってるので、ぜひお楽しみにしておいてください。はい、ということで11月の購入品紹介はこんな感じでした。最後はね僕が今制作中の B2 をちょっと紹介したんだけど、割と冬用だったりとか、結構デニムパンツとかが多かったかな。今月はパンツ類が多かったかな。割とパンツはなかなか増える機会がないので、いい購入品になりました。B2 とかボアのキャップとかも
かなりいいので、もし気になったアイテムがあれば、質問とかこのアイテム気になるんですけどとか、全然質問とかもコメントは全部チェックしてるので、ぜひ気楽にしてください。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。こんな感じで僕はファッションの動画とか、Vlog とかも上げてるので、ぜひここまで見てくれた方は高評価とチャンネル登録してください。ということで、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。12月振り回します。